今回は自宅で簡単に作れる自家製キムチの作り方をご紹介します。旬の白菜を使って自分の好きな辛さに調整できるお手軽キムチです。簡単なアレンジレシピなどもご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。今回は白菜を1/4カット 1kg で作ります。今日はジッパー付き保存袋で漬けるのであらかじめセットしておきます。ジッパー付き保存袋ではない普通のビニール袋でもボウルで漬けていただいても大丈夫です。白菜は芯に切り込みを入れたら、その切り込みに指を入れ2つに割ります。こうすると包丁で切るよりも小さい葉っぱが飛び散りづらいので後片付けが楽になります。白菜を包丁で切ると切り口が変色しやすいですが、それを防ぐ効果もあります。芯を切り落としたら白菜を洗います。根元の方に泥がついていることがあるのでよく洗いましょう。水気を切ったら3センチ幅ほどの食べやすい大きさにカットしていきます。切った白菜は袋の中に入れます。白菜は冬場の健康管理に大切なビタミン C や β カロテンをはじめ、カリウムが余分なナトリウムを排出してくれたりと意外にも有効成分が多い野菜です。捨てられてしまいがちな白菜の芯にもうまみや栄養が凝縮されています。食感は少し硬いですが、千切りにすれば違和感なく食べることができます。白菜に捨てるところなしです。すべて切ったらこれも袋に入れます。次は塩を計量していきます。塩は白菜の重量の 5%、50g 入れます。精製塩ではなくミネラルが含まれている粗塩がおすすめです。口を閉じたら袋を振って塩を全体にまぶします。白菜の量が多いと最初は全体に塩が行き渡りにくいですが、時間が経つにつれて白菜から水分が出てかさが減り、自然と全体に馴染んでいきますので、ざっくり混ぜる程度で大丈夫です。塩が馴染んだら袋の空気を抜いて真空状態にします。しっかり空気を抜いたら口を閉じ、袋を平らにします。1キロほどの重しを乗せ、3時間ほど置き白菜の水分を出します。水漏れしないように袋を二重にしておくと安心です。重しは瓶、缶詰、お鍋や本など重さがあるものなら何でも大丈夫です。3時間経ちました。少し水漏れしていました。水分がたっぷり出ています。一度ボウルにあけ、白菜の水分をぎゅっと絞っていきます。この袋はまた使います。袋は洗わなくて大丈夫です。手できつく水分を絞りながら袋に戻します。水気をきつく絞ることで
食べた時の食感が良くなります。味がぼやけるのを防ぐ効果もあるので、この工程は丁寧に行います。このつけ汁にも旨味が残っているので、後ほど別のレシピで使用したいと思います。白菜と一緒にニラもつけるので洗っておきます。他にはお好みで人参や玉ねぎなどを加えても美味しいと思います。ニラは3センチくらいの幅に切りましょう。切ったら袋の中に入れます。次はヤンニョム作り。リンゴは傷があったりお買い得になっているもので十分です。リンゴは皮ごと使うので、重曹水につけて農薬やワックスを落とします。500ミリの水に重曹を大さじ2杯溶かしてから5分ほどつけておきましょう。この工程は省略していただいても構いません。種を取り除きます。今回はブレンダーでヤンニョムを作りますが、ブレンダーやミキサーなどをお持ちでない方はすりおろし器ですってください。ブレンダーカップに入るくらいの大きさに切ります。生姜は 20g。 洗ってから皮付きのまま切ります。ニンニクは 5,6 かけ 40g ほど。新鮮なニンニクは芽が小さいことが多いため、そのままでも問題ありませんが、芽が伸びている場合はえぐみの原因になることがあるので、気になる方は取り除いてください。玉ねぎは1/4個。根っこを取り除いてカップに入る大きさに切ります。粗挽き唐辛子を 50g。 これはよく見かける一味唐辛子などとは違い、少し辛さがマイルドな唐辛子です。次は粉唐辛子。これは辛みが強いものなので、入れすぎるととても辛くなります。これは一味唐辛子で代用できます。辛みの調節についてですが、唐辛子を入れすぎてしまうと後から調整するのが難しいので、まずは少しずつ入れてみてください。今回の分量は辛いのが苦手な方やお子様には少し刺激が強く感じられるかもしれません。途中で味見ができますので、半分もしくは1/3くらいの量から徐々に増やしてみてください。計量した唐辛子を入れます。すりごまを大さじ1。本格的なキムチにはイカの塩辛などの魚介のうまみを加えることが多いですが、今回はそれをナンプラーで代用します。さらにうまみをプラスするために網エビを加えますが、これは省略していただいても大丈夫です。もしくは鰹節など別の魚介のうまみをプラスするのも良いと思います。網エビは大さじ2杯分。ナンプラーを大さじ1。粉末昆布を大さじ1入れます。普通の昆布を刻んで代用していただいても構いません。オリゴ糖を大さじ1。蜂蜜やお砂糖などで代用できます。これは発酵を促すための糖分なので、ラカントやステビアなどの甘味料では代用できません。
お塩は小さじ1。あとはペースト状になるまでよく混ぜるだけです。白菜が入っている袋に入れます。口を閉じたらヤンニョムと白菜を混ぜ合わせます。ボウルなどで仕込む際はヤンニョムが唐辛子で刺激が強いため、素手で触るとヒリヒリします。手袋を着用して作業するのがおすすめです。混ぜた後はこんな感じになります。ここで味見をしてみましょう。これから発酵させるので、この時点では酸味はなく、ただ辛いだけですが、ここで辛みの調整をします。辛さが物足りない場合は、粗挽き唐辛子と粉唐辛子を少しずつ加えて混ぜ、お好みの辛さになるまで調整してください。空気を抜いてからしっかり口を閉じ、スケッパーやお箸などでヤンニョムと白菜をまとめます。あとは液漏れしないように袋の中に入れておくと安心です。重しなどはせずに、できれば冷蔵庫の野菜室で3日ほど寝かせます。3日経ちました。汁が漏れてきてしまっていたので袋を二重にしておいてよかったです。保存は袋のままでも大丈夫ですが、今回は別の容器に移し替えたいと思います。容器はプラスチック製だと色移りや匂い移りがしやすいので、ガラスやホーロー製の容器がおすすめです。3日目だとまだ発酵はしていないので酸味は弱いですが、1週間くらい経つと徐々に酸味が出てきます。1週間から10日経ち、酸味が出たら野菜室から冷蔵室に移します。冷蔵室の方が温度が低いため発酵の進み方がゆっくりになり、ちょうど良い酸味の状態を長く保てるからです。野菜室のまま置いておくと発酵がどんどん進み、酸味が強くなりすぎてしまいます。キムチは発酵が続く食品のため、はっきりとした消費期限はありませんが、美味しくいただける目安としてはおよそ1ヶ月ほどになります。冷蔵庫の温度によっても発酵の進み方は変わるため、保存期間はあくまで目安です。酸味が強くなりすぎてしまったら炒め物やスープなどにしてお召し上がりください。小分けにして冷凍すれば2ヶ月ほど日持ちします。解凍後は食感が変わってしまうため、鍋や炒め物などの加熱調理に使うのがおすすめです。自家製キムチの完成です。早速いただいてみたいと思います。シャキシャキ食感がよく、とても辛いです。フレッシュなのにコク深い自家製ならではの味わいです。これから酸味が増してさらに美味しくなってくると思うので、味の変化も楽しんでいきたいと思います。白菜を塩漬けにした時の水分の活用法も簡単にご紹介します。キムチスープを作るので、野菜はお好きなものを用意しましょう。
今日は玉ねぎ、しめじ、えのきで作ります。豚肉を炒めます。豚肉に火が通ったらキムチ 100g を加えます。軽く炒めましょう。1、2分炒めたら切った野菜を入れます。塩漬けした時に出た白菜の汁を 100ml 入れます。この白菜の汁は塩味が強いので300から 400ml のお水で薄めます。入れる野菜の種類や量によっても塩味の感じ方が変わることがあるので、最後に味見をしてしょっぱければお水を足し、味が薄ければ白菜の漬け汁を足したりとお好みで調整してください。お豆腐も入れて煮込み、野菜に火が通ったら完成です。野菜のお出汁と豚肉のうまみ、白菜の漬け汁の塩気だけのシンプルな味付けです。最後に青ネギを散らします。キムチスープの完成です。お肉やお豆腐、野菜がたっぷり入ったこれ一杯でおかずにもなる満足スープです。いただきます。お肉と野菜のうまみで辛みがマイルドになり、とても美味しいです。寒さが増すこれからの季節に体をじんわり温めてくれる一杯ですので、ぜひお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。